おはこちこんばんポテトよしポテトぶつけていきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、CMF の抜け出しを見てみよう。やっていきたいなと思います。昨日ね、こちらの動画見ていただいたでしょうか。深夜でしましたけども、このね、検証やった時にちょっと分かったことを今日ね、お伝えしていきたい。そんな感じです。だから今日はちょっとね、短めになるかな。もうパパってお伝えして終わりたいなと思いますので、よろしくお願いします。で、具体的にどんな感じかというとですね、CMF の攻撃参加についてです。前回ね、DMF のことやったんですけど、CMF のことですね、今日はね。ちょっとビエラを調べてたんですけど、結果的にビエラに限らず CMF の扱い方、の参考になるかなと思いますので、ぜひね、これ結構面白いんで、ぜひ見ていってください。はい、早速やっていきましょう。CMF が裏抜けをする。この条件っていう形でやっていきたいなと思います。で、今日ね、言っていくのは、紹介していくのはね、いずれかの条件がハマっていると裏抜けすることが多いよ。そんな感覚で見ていただければなと思います。でね、もうチームスタイルとかプレースタイルとかね、関係ないとは言い切れないんだけど、多少あるんですけど、ちょっと少ないですね。で、基本的には CMF であれば OK。チームスタイル、プレースタイル何でもいいって感じですかね。っていう感じでね、聞いていただければなと思います。まず1個目ですね。前線にスペースがあるということ。これに関しては、皆さんなんとなくね、分かってるかなとは思うんですけどね。こんな形で前にね、スペースが残ったりする。こうすると、ここにね、向かって走っていきますよ。裏抜けしていきますよ。という形になっていきますよ。という、これが1つ目になります。そして2つ目。攻撃参加してる味方の選手が少ないという形ですね。これもね、さっきの1にちょっと似てるんですけど、前線にね、何人も上がっていない状態だとより上がりやすいですよ。なのでカウンターの時とかね、コーナーキックのカウンターとか分かりやすいかもしれませんが、そんな形です。で、ラストもう1個、これがね結構大事なんで、ぜひ聞いていってください。3つ目、自分より前にパスです。自分より前にパス。これね、結構意外だった。僕自身は意外だったんですけど、自分より前にパスを出すと裏抜けしやすいです。どういうことか見ていきましょう。こんな感じで今ビエラ持ってますけども、ここで、前にね、前線にパスを出すと。そうするとこうやってね、裏抜けをすると。これなんとなくわかるんですけど、じゃあ、本当かと思った方、見てください。こちら。後ろに出しますよ。はい、後ろに出す。上がんないんですよ。ただこれ前に出すと、上がるんですよね。これが結構面白くて、結構条件はほぼほぼ同じ。これ何回やってもね、同じなんですよ。これ結構、こんな感じでね。いや、これ結構おもろくないっすか？このなんか、いいよね、この感じね。どうかな？面白くない？どう？もちろんですよ。こんなこと言っても一応ね、例外はたくさんあると思います。後ろに下げてもね、上がることとかね、もちろんそれはいろいろあるかもしれません。条件によってはね、全然あるかなとは思うんですけどね。はい。基本的にはそういう感じですね。例外で言うと一つ言うとね、ロングボールの時は後ろに下げても上がっちゃいます。これ上がっちゃいます。もうロングボールはもうね、なんか違うのよ。もうロングボールっていうチームスタイル自体がもう例外だから。だからちょっとそこだけはちょっとご容赦いただければと思うんですけど、基本的にはこれで上がっていきますよという感じです。で、今ロングボールの話をしたんですけど、実はこれね、チームスタイル別で見ると結構個性が出てね、さらに面白いんですよ。これちょっとやろうと思ったんですけど、ごめんなさい。本当に時間なくてですね、今日は本当にごめんなさい。今日ここまでにしたいなと思います。また次回ね、やっていきたいなと思いますので、ぜひね、気になる方はね、高評価、チャンネル登録していただいて、待っていただければなと思います。こういったことって、意識するほどではないかな。意識しすぎちゃうとあんま良くなかったりするんでね。なので、片隅にね、入れとくぐらいにしておくとですね、良かったりはするかなと思うので、ぜひね、参考にしてみてください。ということでね、今日はもう結論とかないので、最後ちょっとだけ雑談して終わりたいなと思います。はい、ここからね、雑談になっていきます。こういうの結構おもろくない？いや、これ理論ってね、僕思うんですけど、結構ね、大事だと思うんですよ。そのね、理屈にね、とらわれすぎるとあんま良くないと思うんですけど、でも理屈って大事だと思うんですよね。なんかすげえ矛盾みたいなこと言ってるんですけど、これ要はですね、理屈あると、失敗した時ね、原因究明になるし、成功した時もね、自分のこの自信の裏付けみたいな感じになると思うんですよね。なので、そういったね、こう理屈、理論みたいな、仮説とかでもいいと思うんですけど、そういったものってやっぱりこう持っておきながらいろいろやっていくっていうのは大事かなと思います。何も考えずにやるっていうのはあんまり良くなかったりしますね。この成功した時も失敗した時もあんまいい方向には転ばなかったりはするかなっていう感じはするので、って思うんですよね。ちょっと真面目すぎかな。だから勉強とか全部そうだと思うんですけどね。こういうの大事だと思うんだよな。結構いいこと言ってると思うんだよな。でもいいこと言うんだったらあれか、雑談の枠で言わない方がいいのか。
まあまあまあいいや。まあいいや。まあまあこういう回もあっていいでしょ。うん。ここまで聞けた人だけのね。うん。って思うので、ぜひね、この辺は参考にしてみてください。で、むしろね、皆さんの理屈とか理論、仮説みたいなのも、ぜひ教えてほしいなと思います。まあ、ここってね、正直ね、間違っててもいいので、合ってる間違ってるとかじゃないと思うんですよね。それに対して自分がどう納得してるのかみたいなのが大事だと思うので、ぜひね、教えていただければなと思います。はい。というところでね、よかったら高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで、またね、次回の動画でお会いしましょう。今日はこのまま終わりたいなと思います。ということで、また。バイバイ。